今日は陽一さんをゲストにお招きして、巻き方についてレッスンしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以前の動画にも実はね、ご出演いただいたんですけれども、お家でトレーニングをして、このようなね、素晴らしい肉体を作り上げている陽一さんなんですけれども、この間ね、あれですよね、大会で入賞されてましたよね。はい、東京ノービスボディビル選手権大会っていうのがあるんですけど、それの70キロ以下級で、12位になりました。初めて出たんですよね。初めて、はい。初めて出て入賞されたんですけど、なんかあれですよね。普通、そういう方って、トレーニングジムに行ってこうやってるイメージなんですけど、なんと全部家でご自分でやってるっていうことで、それを紹介してるね、インスタのアカウントがあるんですよね。あります。そうそう。そちらね、2万人以上ね、フォロワーが。ありがたいことに増えてきております。そう。概要欄にリンク貼っておくので、ぜひぜひ見てください。本当に家でやられてるんです。ジム行ったことないんですよね。一度も行ったことないです、ね。一度も行ったことない。こういう長いバーとかも握ったことがなく。長いバーを握ったことがなく、このね、体を作ってるんですよね。はい、で、大会にね、出た時は、これよりもっとすごい絞ってね、なんかもう、何キロでしたっけ？67キロまで。そう、67キロまで。すごいもうなんか筋肉見えてて他細いですみたいな状態で、今はこれは増量期間なんですね。はい、増量期で。増量期で今何キロです？今82キロまで増えました。82キロまで。そう、数ヶ月で、だから増やしたり減らしたりが、なんかね、はい、そうですすごいんですよね。そうそう。だからまあ食事とかもね、ちょっと興味あって聞きたいんですけど、まずは、今日はね、せっかくレッスンに来てくださったので、お悩みを解決していきたいと思うんですけど、前回の動画ではね、確か巻き方がね、気になるとか、股関節が動きにくいっていう話だったんですけど、はい、今回もやっぱり同じで、やっぱ度重なる筋トレにより、また巻き方がひどく進行しておりまして、ちょっとまた、お助けいただけたらなと思いまして。はい。で、私、実はこの動画を撮影する前にね、お会いしたんですよ、たまたまね。で、その時に聞いたら、巻き方がね、ひどいのは、日常生活にね、支障もね、きたしますけど、ちょっと姿勢が悪いとかね、それよりも何よりも、一番大事な筋トレで、筋肉効かせたいところについにちょっと効かせられなくなったっていうのを聞きまして、それは大問題ですねっていうことになって、巻き方改善しましょうってなったんですけど、どういうトレーニングがやりにくくなっちゃったんでしたっけ？手が。いくつかあるんですけど、背中を鍛えるときに、こういうドリアンローっていう、ちょっと専門的な。ドリアンロー。ローイングっていうのがあるんですけど、この時に、この肩が硬すぎて、この手のひらが前に向くのがもう、これだけでいっぱいいっぱいで。なるほど。ここ回らない、外に向かなくなっちゃったってことですね。そうなんですよ。なので、このままこうやって引くことができず、こっち内側に戻ろうとしちゃうんですね。なるほど。こういうやつだったらもうできるんですけど、こういうのができなかったりとか、あとやっぱその肩がすごい硬いので、このダンベルプレスっていうのをやるときとかも、なんか結構肩がカチコチになってしまうというか、もう少しここら辺が柔らかくなればなって思って。なるほど。ちょっとそれは痛々しいじゃないですか。そうなんですね。筋肉がついたがゆえに、鍛えたいところに効かなくなってしまったわけですね。そうなんですね。あと、やっぱり巻き方でこうやって前に行ってしまうと、大胸筋がやっぱ小さく見えてしまう。ですよね。せっかく鍛えたならね、綺麗に見せたいわけじゃないですかね。電車の中とかは、こうやって座った方が、隣の人にも優しいと思うんですけど、確かにこうやって座っちゃうともうぶつかっちゃうので、こうやってやるんですけど、やっぱ普段はもう少しちょっと堂々としていたいと。そうですよね。なるほど、なるほど。見た目も問題だけど、何よりもね、筋肉ね、鍛えられ、ね、効きたいところに効かないのは大問題だと思うので、多分同じお悩みをお持ちの方多いですかね、そのトレーニングされてる方たちは。多いと思いますね、やっぱりで、なんかそのお悩みをお持ちのね、その方たちトレーニングしすぎてちょっと動きが悪くなってきたっていうと、だいたいストレッチをされるん
ですか？皆さん何をしてこう解決するんですかね？やっぱりストレッチされてるんですかね？ストレッチ、そう、さっきちょっとお聞きしたら、まあ30分筋トレしたら30分ストレッチする的な、そんなしない？1時間16時30分ストレッチするっていうのが、その僕が出た大会の、上位の人たちのなんか話を聞いたらですね、そういうことをしてるっていうのを聞いたんですけど。やっぱりストレッチされてるわけですよね。てか、ストレッチしないと多分困るわけですよね、きっとね。困りますね。困りますね、困りますね。カチコチで。で、多分ストレッチってあれですよね。こう、伸びるストレッチとかをしてるってことですよね。そう、多分そうですね。で、私はあまりそのビヨーンって伸ばすようなストレッチをするっていうよりかは、緩めて、可動域を広げるってことをやっているので、今日はね、ちょっと緩めていきたいんですけど、実はね、前回の動画にもね、出演してくださった後も、ちゃんとやってくださってたんですよね。やばいなっていう時は。一時期やってたんですけど、やっぱりそのトレーニングに捧げる時間を増やしたいというのがですね、ストレッチの時間があったらですね、やっぱトレーニングの時間に捧げたいっていう。捧げちゃったんですね。そうなんですよね。捧げちゃったら動かなくなっちゃって、本来聞くべきところに聞かなくなって慌ててきました。そうです。これからはちょっとしっかりストレッチの時間も確保しようとは思ってるんですけれども。で、背中側もね、動かないっていうのがね、問題だったと思うので、多分ね、このね、背中のこの下の、この後ろのところ、この辺もね、全部硬くなっちゃってると思うので、ちょっと今日はね、そこをね、ボールで、ほぐしていきたいと思います。ボールでやってみましょう。じゃあ、ちょっとボールを取っていただいて。はい。で、ちょっとね、まずね、この、赤さん、その前にこれ見せた方がいいですか？そうですね。ちょっと手がね、後ろに回らなくなってきたらしいのでね、今日はどんな感じで？ですね、ナチュラルな姿勢がこんな感じで、結構もう。なんかもうちょっとこうなってますね。そうなんですよね。これ力入れないとこうなっちゃうんですか？そうなんですよ。なんか動物でなんかこんな動物もいる。こうミーアキャットというか。なので、この後ろで手を組むと、もうこれが限界なんですよ。動かないんですよね、これから。っていうか、上半身こう前にしないともう組めないですもんね。普通に。これ組めないですね。ちょっと後ろ向いてやってみてください。この状態だともう、ここまでしか曲がんないですね。なので、いけない。で、こうやってちょっと反らすとこうやってかろうじていける。かろうじてね。こういうやつやるじゃないですか。ヨガみたいな。これとかも全然できないですね。そうですね。これは。こういうとこも。笑っちゃいけないですけど。背中もかけなくてですね。そうですね。背中かけないですね。最近背中痒くなった時、こうやって壁で。それもこれでやりましょうだからね、とか言って。後ろに手が回るように行ってみましょう、これで。多分ね、ここも固まっちゃってると思うので、ちょっとね、ここをね、この脇の下あたりのこのね、ここに肩甲骨があるので、肩甲骨の最後のところ、この一番下のところあたりに、こうやってボールを当てて、ちょっとゴリゴリってこうやって壁で。ここに。気持ちいいですね。これってボールって大きさはこれぐらいが理想なんですか？そう、テニスボールとかでもね、いいですけどね。テニスボール。でもあんまり大きいとピンポイントでいかないと思うんですよ。じゃあゴルフボール。ゴルフボール痛いですよ。痛いんです。そう、これスーパーボールなのでね、大丈夫ですけど。これ。これは気持ちいいですね。気持ちいいですよね。このね、下のところね、こう、肩甲骨の。壁にグリグリするんですね。そう。だから痛かったらちょっと圧力を少なくすればね。これ、床でやっちゃうと。痛いと思います。自分の体重で。で、まず、ちょっと待って、片方、ちょっと一回置いてみて、どれ。ボールが。はい。どれ立ってみて。そうだよね。ちょっとね、緩んできてるんですけど。左の方がなんかストンって感じになってます。で、こうやって後ろに手やってみたら、ちょっと行きやすい？左手の方が行きやすいですね。左行きやすくなりました。左行きやすくなりました。ちょっと後ろ向いてみて。こうやって後ろにやったら、手行きやすくなりました。左手の方が行ってますね。これ本当に左手の方が。行ってますね。そう。というわけで、今下やったので、今度、この肩甲骨の内側のところ、ここ、この、肩甲骨がこうあるので、この内側のところもこうやってやって。内側のところも。これならね、手届かなくてもいけますもんね。これがいいですね。あれ気持ちいいですよね。
もうこれトレーニングしてる方たち、はい今見てたら、こんなことでってきっと思っていますよね。ストレッチしてないじゃん、みたいな。そうですよね。ストレッチよりもこういうふうにほぐす方が大事なんですね。その方が、可動域がね、広がると思いますけどね。引っ張っちゃうので、ストレッチすると筋肉の線維に。ちょっと危険ですよね。一回なんかこういうふうにほぐす前に、よく YouTube に上がってる、そのストレッチをですね、まんま真似したらすごい痛めてしまう。そう、危ないですね。うん。はい。じゃあちょっと外してみましょう。今、左をやったわけですね。私すごい下がっちゃったけど、左が下がって。左だけすごい楽になった感じがします。後ろに手が行きやすくなりました、左は。全然違いますよ、この。本当だ。だいぶ違いますね。だいぶ違います。あと、じゃあ、今、じゃあせっかく、私ね、右やってるんですけど、今左をね、やられてるわけですよね。左やりました。そしたら、一回ボールを置いていただいて、はい。で、この間の復習を、じゃあ、左側だけ、私右側やってるの、右側だけ、じゃあ、両一は左側だけ、ここ。この大胸筋ね、緩めるやつ。こうやって、ぐーっと押さえてもいいし、ここくるくる回してもどっちでもいいんですけど、ここがだから固まっちゃうとどうしてもこのままになっちゃうので。確か去年教わった時は、この、親指でギューって押すのも。そう、4本入れてこうやってね、くーってやってもいいんですけど、もうめんどくさかったらこうやってくるくるってやってもらっても。でもこれは気持ちいいですね、この。気持ちよさそうな顔。そう。でもこれやった方が絶対大胸筋綺麗に見えますよね。だってこれじゃ埋もれちゃいますもんね。こう開いたら大胸筋は綺麗に見えますもんね。これ小胸筋っていうのもあるんでしたっけ？これ。そう。胸筋とにかく緩めてください。胸筋ですね。そう。鍛えたら、緩めるも大切ですよね。結構ボディービル系の人は小胸筋って言葉が好きかもしれない。そうですね。小胸筋も緩めましょう。小胸筋。はい。じゃあ、そしたら、ゆる。どれ。ここですね。ここ。じゃあちょっと。やってる。で、どうですか？じゃあちょっと。いいですね。開きましたね。開いてますね。開きましたね。じゃあ、くるくるもやりましょうか。じゃあ、ちょっとぶつかんないように。こうやって、くるくるね。そう、これね、肩甲骨を動かしてるんですよね。背中ですよね。そう。これをね、前回のね、動画でやったので、詳しくはね、そちらを見てください。今日はちょっと一通りやってみましょう。でも不思議なのが、この肩甲骨って後ろにあるじゃないですか。この前の動作で肩甲骨が動くっていうのは不思議ですよね。だからこれ意識しないっていうのがポイントなんですよ。肩甲骨を動かしましょうって言うと、こうやってやっちゃうのみんな。こうやって、そうですよね。そうすると周りの力を使って動かしちゃうから、これ力を使わないでそこだけピンポイントでくるくる動かしたいので、気づかないうちに緩んでるのがいいところですね。これ不思議ですね。はい。どれ。全然違うね。ちょっと横向いてみてください。ちょっと肩開き、だって向こうから手が見えてるもんね。なんか右と左が別人みたいになってますね、なんか。右もじゃあ向いてみてください。左、これ、右も。ね。で、ちょっとじゃあ後ろで手をこうやってみてください。もうこの時点でなんか正面から見ても、この左手のあれが違いますね。違いますね。全然違う。本当ですね、これもう本当に。本当ですね。これは右やったら後ろで手が組めるかもしれないですよ、立ったまま普通に。そうですね。じゃあ右もやりましょう。もう一回。じゃあこれ。これね、本当は四つ葉になってやるんですけど、いちいち四つ葉にならなくてやるためには壁でやればいいです。なるほど。ちょっとこうやってやって、じゃあ左手をこうやって外の手のひらをこうやってね、こんな感じで、後ろにこうやって引けば同じなので。肩をね、こう外に外旋してるんですよね。こうなってます、今ね。これ、ここが壁だとしたら、こういうやつですね。ここからこうやってね、回す感じで、で、ちょっと後ろにお尻を引くと、こうストレッチされる。効きますね、これも。これはあれですかね、最後にやった方がいいんですよね。これね。胸やって、肩甲骨、くるくるやってから。全体的にやってくだされば順番はいいですよ。順番はいいです。はい。どれ。いや、左だけ楽になりました、すごい。私が大変なことに下がっちゃってますけどね。本当だ。すごい下がってます。そう、わかりやすいので。はい。で、また手後ろにやったら、もうだいぶ。もう全然違いますね、これね。本当だ。だいぶ違いますね。別人のように。はい。じゃあ反対もやりましょう。じゃあこれから。
はい。じゃあこれまず下に入れて、ゴリゴリ。ゴロゴロ。これ気持ちいいですね。気持ちいいですよね。なんか、そうか、やっぱりストレッチって美容ってね、筋肉伸ばすストレッチをね、される方多いと思うんですけど。なんか頑張ってやるイメージが。頑張っちゃダメですね。そうなんですよ。なんかもう、一時飛んできた、飛んできた。ボールちゃんが。はい。ね、じゃあこの下ができました？なんかどれだけ伸ばせられるかっていうのを、それはちょっと競争のようにやってましたね。危険ですね、それはちょっと。はい。で、こう下が緩んだら、今度この肩甲骨のこの内側ね。内側も。肩甲骨の内側。そうそうそう。ゴロゴロ。これは気持ちいいですね。気持ちいいですね。このボールっていうのはどこで手に入るんですかね？これはね、今使ってるのはこっそり私がオリジナルボールを作ったので、これはオリジナルボールなんですけど、なんかね、よく駄菓子屋さんに最近売ってるんですよ。駄菓子屋さん？そうそう。子供がよく行く駄菓子屋さんに、直径4センチぐらいの、スーパーボールが結構売ってるので、それをね、買ってきて、やってる方もね、います。あとガチャガチャとかね。そうそうそう。ゴルフボールは痛いのでおすすめしないんですけど、スーパーボールとかがね、いいかなと思います。はい。で、そしたら、これ壁があれば誰でもできますよね。そうそうそう。壁、どこにでもありますね。すごいですね。そして、何やったっけ？くるくるやったんでしたっけ？先にこれか。じゃあ私これでやろう。そう、どっちでも大丈夫ですよ。こう、くーって緩めてもいいし、くるくるでもいいし。これはおすすめの時間帯とかはあるんですか？気づいた時です。気づいた時ですね。そう。あと寝る前もおすすめですけどね、こうやって寝ちゃったら呼吸がやっぱどうしてもちっちゃくなっちゃうので、睡眠の質がね、落ちちゃうので、寝る前にこう開いて寝ると呼吸がね、しやすいので。なるほど。いいかなと思います。ありがとうございます。お風呂入った後とかもいいんですかね、やっぱり。いいと思います。リラックスしてやってください。くるくる。くるくるです。くるくる。ねいやー、ストレッチ頑張ってる皆さん、ちょっとくるくるしたり、もみもみしたり、コロコロしたりしてみてください。ストレッチっていうともっと、頑張りそうですね。ハードな。でもそれって筋トレで縮めた筋肉を、じゃあ今度は伸ばしてみようってやってるわけなんで、なんか、かわいそうです。そうですよね。えいみたいなね。可動域を広げてあげましょう。で、壁で、こうやって後ろにね。これ気持ちいいですね。これね、机の角とかでこうやってやったらね、オフィスとかどこでもできる。ちょっと床でも。床で。見えないですけど。ちょっと鈴木さん消えましたけど、床で今ね、やってます。気持ちいい。そうそう。これでもう両方楽になりましたね。さあ、後ろで手は組めるでしょうか？やってみます。組めますね。組めましたね。この、まっすぐですよ。まっすぐでできました。さっきできなかったのに。この顔を見せてあげたいぐらいですよ。今、真面目な顔して、できてます。できる。いや、本当にこれ上半身、すごいこうやってやってたんですけど。立ちましたね。できますね。で、これだったらこれできるかね。さっきのこういうやつ。なんだっけ名前。いきます。なんだっけ名前それ。ドリアンローっていうんですね。ロールドリアンロール聞かせたい皆さん、肩関節は開いてからドリアンロールをやりましょう。これはもうめっちゃ効きますね。めっちゃ効きますね。もうダンベル持ってなくても。ダンベル持ってなくても。こうです。こうですよ。ドリアンロール。はい。というわけでですね、鍛えてしまって帰って効かせたいところに効かなくなった方は、ぜひストレッチもいいんですけど、緩めるっていうのもね、取り入れてみていただきたいと思います。で、もう一個、お悩みがあるそうなので、それは次の動画でご紹介したいと思います。で、チャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。